6回にわたって有料 DLC が配信されましたけど、 DLC の反響っていかがでしたでしょうか？そうですね、製品本編よりも高評価だったっていうのが嬉しくもあり悔しくもありで、やっぱりエースコンバット7の本編っていうのは、一度、大きく作り直しをしたっていう関係上、どうしても製品本編のところで手が届いてなかったところっていうのがあって、そこは開発中も次ダウンロードコンテンツ作るんだったらばこういうところは改善していきたいね、ファンの皆さんの期待に応えたいねっていうことは言ってまして、で本当そのエースコンバット7本編のね最後のマスターアップのあたりっていうのは本当にその嘘偽るなくダウンロードコンテンツ作ってる最中だったんですよね。物語の続きを作続きというかインサイドストーリーっていうのを入れようとしていた時期でした。で一度あれなんですよ、河野さんからダウンロードコンテンツのキャンペーンのシナリオを振り出しに戻されたことがあったんですよね。でもともとあれだったんですよね、エスコンバット7本編の後の話にしようとしてたんですよね。ダウンロードコンテンツ購入された方々だけがその物語の続きを見れるのはどうなんだろうなっていうのが根本のところで、東西戦争が終わった後にこういったお話がありましたっていう。思い出した。はい。なんかキャラクターのその後を描く話になってたから、そうダメっつったんだ。そうですでそれでそっからやっぱりどういうところにインサイドストーリーを作れば面白いかっていうところからまた最初からやり直して、で結果的には、うまい落としどころになったんだろうなとは思っています。ナラティブディレクターの糸見と、無線を担当している紀藤義正、紀藤がですね、アーセナルバードという大きなボスキャラを、やっつけた後のから、この東大戦争が終わるまでの話の中で、差し込んで整合性的にも、あと登場するキャラクター的にもゲームプレイ的にも期待に応える出来にできるっていうふうに確信してたのがスペシャルミッションの中身でしたね。あれキャンペーンミッションの日付上あの辺がなんか空白地帯があったんだよね。そうですね。何日間かね。そうですね。でストライダー隊っていう、長距離打撃軍の、チームメンバーが、例えば負傷したりとかある事情で出られなくなったりとかっていう出来事があったので、じゃあそれの中を深掘りしてみようかということで作ってきました。でもなんかあんまり整合性を持ってあんまり作って最初は始まんないんですよ。結果的にはそうなんですよね。まずゲームで大空戦はやります。人の大空戦はやります。巨大ボスは出しますぐらいがまず決まってて、その遊びを実現するっていうのをどこに入れるかっていう話を今度は設定と整合性取んなきゃいけないし、でそこにじゃあシナリオどうしますかっていう話があって、シナリオは僕からはもうちょっとサイコパスな人出してとかってそれぐらいのネタ振りをしてで開発チームで作ってもらうんだよね。そうですね。やっぱりその河野から言われてたのが、その今までのエースコンバットではきたことがないようなその強烈に歴史上最悪のキャラクターっていうお題があって、キャラクターなんだなっていう、このダウンロードコンテンツって人間を主体にするお話になるんだなっていうのが、そこで方向性がかっちり決まって、でそこから芯をずらすことなくブレずに最後までスペシャルミッションを終わらせることができたっていうのは、結果的に良かったなと。その段階でもトーレス艦長とかレイジ、スクリームといった濃ゆいキャラクターたちが生まれたわけです。そうですね。その時僕ちょうど連続殺人犯にハマってたんですよ。ちょうどマンハントとかマインドハンターとか
その連続殺人犯を追うドラマものだったりとか、そこから派生して実際のそのドキュメンタリーとかをずっと見続けて、でも気持ち的には連続殺人犯だったんですでそういうキャラクター、そういうのをちょっとなんかエースコンバット今までにないテイストだしっていうのでやりたいなっていう話をして、なのでもうめっぽう僕の趣味が入ってます。出てましたねいやなんかそこら辺は関西人気質なんだろうなと思っててなんかあんまり同じことで楽しんでもらいたくはないなっていう。やっぱりちょっとダウンロードコンテンツやっぱりプレイして楽しんでくださった方々って全然今までのエースコンと違うんだけど、これこそがエースコンバットっていう人があれこそ多かったんですよね。あれこそがエースコンバットって言われるとまた複雑な気分でもあるんだよね意外とその何でしょう、ちょっとヤンキー入ったゲームそうなのってお客さんから少し見られたらしくってでももともとのエースコンバットの1、2あたりって結構ヤンキー入ってたんですよね。そういうなんか少年漫画の中でも血気盛んな感じの物語を楽しんでいらっしゃる方々がエースコンってこういうものだったよなって振り返ることがあったみたいで。そういうさ、なんかサイコパスとか連続殺人犯とか俺が言ってる時とかってどういう気持ちで会に言うのはまあ河野さんらしいなっていうのがまあ人とはちょっと違うのかなっていう、まあ、そこがいい塩梅でそのエースコンバットに入ってるっていうのなんがちょっとかその綺麗にまとめようとするまとめさせてもらうとそういうなんかそんな感じですね。でもいやっぱつさバーって砲弾飛んでくるか分かんないでしょ、まあ、そうですね。あの会議の中でまあまあそれがまあでかい潜水艦がいいんだよみたいな話になって、まあ、それがなんかエースコンバットチームのなんかそういうなんだろうな、いい意味での刺激というかアクシデントっていうのはなんかでも楽しそうにやってたよね。楽しいですよ。はい、そういうアクシデントあるのは楽しいと思いますよ。それが消化できればっていう。なんかだって2人でアリコーンの破壊とかなんかエフェクトを2人で楽しそうに作ってたじそうですね、まあ、ディレクターのタゴとかも含めゃん。てそうですね。結構楽しんでやってます。こだわってなんかまあ、そうですね。破壊はこだわりたいっていうのは、まあ、菅野さん、アウトレックの菅野さんの元々の、まあ、エースコンバット、アサルトホライゾンから始まるやっぱ破壊の醍醐味っていうのはやっぱすごい豪華だったよね。豪華バシ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 なっててね。エフェクトの方に作っていただきましたね。は斜め上向いてはいなんか打ち出したりとか、結構はい。無茶な動きとかあされてますれのアイデアはあれはだって紀藤かタオでしょ。タゴさんですかあね。れはもともとそうですね、タゴさんですね。もともとエスコバットの VR のディレクターだったタゴさんが、スペシャルミッションのディレクターを引き継いでやっていただくということになった時に、とにかくその現用兵器で、起き得る一番破天荒なことっていうのを、網羅したいという。もともとタゴもミリタリーの世界の人だし、潜水艦って傾けることできるんだったらば、じゃあそれを遠距離射撃の材料に使えるだろうっていうふうにアイデア出して、なるほどなデザインが書いてる最中からずっとそういうことをタゴからあれですね依頼されてましたね。なんか紀藤もめちゃくちゃなんだよね。なんか一番最初に持ってきた設定はなんだっけ、アリコンでずっと沈んでてその中で3年ぐらい過ごしたんだっけ。そうです。違ったっけ。もっと長い間だったんですけど、最終的には、2年ぐらいにはなったんです。しかもなんか傾いた状態でみたいな、なんか傾いた状態で海の中に。誰が田川の艦長だって決めたのはあれ。もともと僕が決めてて、それはエスコンバット04に04に登場してきた、艦隊軍の中で一番プレイヤーの記憶に残るようなものって何かなと思ったらば、エースコンバット4のコンベース港、そこで行われる、大規模戦闘、そこに出てくる、タナガーっていう戦艦がいるんですけど、それだったらば確実にみんな覚えてるだろうなと思ってて、でみんな死んでるだろうなと、思わせて、当時エースコンバット04の AC04 ウェブっていうのを河野と作ってて、ウェブコンテンツですね、ウェブで小説とか、あとは
雑誌の体裁を持った記事風の設定資料集みたいなものを作ってたんですけども、そこに登場させてたタナガが沈む瞬間っていうものも作って、でこれはやっぱり印象深いシチュエーションだったなというのもありまして、でここにいた人間がもしかしてみんな亡くなってるわけじゃなかったら、生き残ってたらどういう行動をするかなっていうことも想像の材料になりましたね。で結果的にはトーレスとそれを進歩するキャラクターたちになっていきました。思い出したわ、いろいろ、うん、最初の設定段階とは本当もっとおかしかったんで、おかしかったですね。まあでももともとね、ホームページのコーナーは菅野さんの趣味コーナーですからね。趣味ですね。趣味といえば趣味ですね。それがいつしかユーザーの支持集まったんで、やめるにやめられなくなったんですよね。毎回やることになる。実は僕からすると現場で2人が会話してる様とかって全然想像つかないんですけど。大体データどこにありましたっけ？ここのデータ間違ってますよ、菅野さん。すいません。いや、そんなことないです。まあ、サブミット忘れてました。提出忘れてましたっていう。まあ、過去のデータを菅野さんがやっぱり一括で管理されてるんで、それの欲しいデータどこにありますかっていうのとか、でも結構今回7の場合デザインされたものが結構多かったので、それをモデリングする時の微妙なラインとかそれをチェックしてもらったりとかっていうのはを2人でやってる。2人でやってましたね。はい。なんか DLC で3機体いつも決まるじゃないですか。これ出そうっつって、はい、今回だと F16 の XL と 15の SMTD とで FB22 FB22 か、お願いしますってなって決まってからどういう会話が行われていくんですか？まず提案の段階もあるじゃん。次の DLC3 機体何にしようっていう時からもう絡む。ミーティングはもちろんするんですけれども、たくさんのラインナップの中からこれでいきましょうか、井上さん含めてこれがいいかもねっていうので決まって、でそこから先はスキンですね。スキンは菅野さんの、はい、そういう考えとかっていうのアイデアを入れてどのスキンに出そうっていう、発光スキン出そう。そう、そこもそういうのも含めてスキンは結構相談。発光スキンこの人でしょ。発光スキンすみません。発光スキン生まれたのは井上さんのミスでした。あれ超絶面白かったわ。あれはちょっとびっくりしたね。びっくりしましたね。ちょっとテレワークのちょっと疲れが出ましたね。米空軍セットっていうアメリカ軍のスキン、戦闘機のスキンをリリースするっていうのがダウンロードコンテンツにありまして、でそれをリリースしたところ、ちょっと設定をミスっていて、普段は翼端灯って呼ばれる、機体の端っこについている明るい部分、それが全体的に入っちゃったんですよね。完全に光っちゃったと。そうですね。それが機体全体に光ってしまったんですね。びっくりしました。あれ本当に。あれ本当びっくりしたよ。俺はツイッター見て何事だって思ったのね。ゲーミングトリガーって言われてた。そう面白いから次本採用しようってなった時の気持ちはどうだったの？やるんですか？確か菅野さんがやろうって言い出したんですよ。確か面白いから。あれはやっぱりなんでしょう。不慮の事故みたいなものだったと思うんですけども、そこでみんながプレイヤーの皆さんが大喜びしていて、こんなことが起きるのかなと思っていたんですけど、でも実際目立つし瞬間的な笑いが取れるっていうのがあったので。ミスから本当にしようってなって実装し始めたら、あれすげえ大変だった。結構大変で、意外に大変だったんですよね。なんか結局3機体の中で最後までデバッグしてたの機体が。いろんな設定とか逆にいろいろ変える必要もあった部分もあったので、はい、本当は夜間のみに光るだったんだけど昼間も光るっていうのが結構ちょっと難しかった。そうだよね。昼間光るってね。そこが結構意外にやったけど難しいんだみたいな。そこに全勢力かけたんでしょ。勢力多少時間はかかりましたけど、はい。グローイングスキンってやつですね。
グローイングスキンとかかっこいい名前。名前はすごいかっこいいんですけど、ね、もともとバグじゃねえ。バグですね。バグでミスですよ。でこれを本採用するっていうのもなかなか大胆な決断ですね。なんかバグで実装した割には結構なんか細かいところを考えたネタでしたね。なんか金属部分は発光しないようにしようとか。最後の最後まで調整してたよね。そうですね。蛍光灯の色とかを明るさとかをお外に持ってったところで光らないじゃないですか。そうですね。それと同じ理屈ですね。同じ明るさで各ミッションこういったグローイングスキンを飛ばしてみてなんかバカさが足りないっていうなんか情熱を足さなきゃなと思って各ミッションごとに明るさ調整したりとかっていうのをしてました。はい、そういうおバカなことにはとことん付き合う。ADF11 というのがエースコマット7の物語のラストの敵になるんですけれども、そこに至るまでの系譜っていうのをお客さんにも見せてあげたいな、振り返ってほしいなっていうのがありました。というのはちょうどエースコマット7を初めてプレイしたエースコマットシリーズを初めてプレイしたっていう方々もやっぱり予想以上に多くて。でそういった人たちにちょっとミステリアスな ADF11 っていう ADF シリーズっていうものの、系譜を昔はこうだったんだよっていうことをおじさんが昔語りするような感じで楽しんでいただければなと思ってたのがこの ADF のシリーズでしたね。ベルカ戦争の時に最後にラリー・フォルクというキャラクターが乗った ADFX01、背中にでかいレーザー兵器モルガンね。はい。積んでいる機体ですね。使ったか相棒のとこですね。そうですね。これあれなの？核機ってさ、もう登場して長いけど、当然ながらだんだんこうハードの性能上がると細かい部分作んなきゃいけないじゃん。はいはい。ディティールアップしてディティールアップはしてますね。特にテクスチャーの解像度が当時の8倍、512の8倍になってるし、モデルの、細かいとポリゴン数も4倍5倍ぐらいになってるので、それは2人でディティールアップしていく。滑空機はやっぱ菅野さんやっぱチェック受けて。あ、そうなんだ。そうですね。特にパネルラインですかね、菅野さん。こだわりは。そうですね。そういうところをチェックしてもらってやってますね。大変だよね。なんかだって元がないんだもん。そう、元がない分大変な部分と楽な部分はありますけど、想像で作れるっていうのと。ああ、なるほどなるほど。嘘ついちゃってもバレない。そこまで言えないですけど、嘘が説得力ある形状にはできるので。でも確かにエースコンバットの架空機ってすごい説得力あるよね。なんか、それはもう菅野さんのデザイン、あと矢吹さんデザインっていうのがありますね。なんかね、寿屋さんから 3D モデルにプラモデルにして出してもらっても破綻してないもんね。そうですね。なんか基本的にはでも男の子のロマンで作ってるんでしょ。もともとその ADF シリーズっていう架空の戦闘機を作ろうとしてた時っていうのは結構その時代1900年代の終わりぐらいっていうのが実際の現実の航空機メーカーとかがいろんなアイデアで実験機作ってた時代だったんですよ。戦闘機好きな人たちがこういう形状とか兵装とか実際に実現してみたらどういうふうなデザインになるだろうっていうのを想像し合ってた時期だったんですよね。創作も多かったですよね。でそこの中で、出てきた全部盛りっていうのがこういった ADF シリーズだったかなと思います。レーザー兵器も積んでるわ、カナードついてるわ、全身翼だわ、なんでしょうね、ベクターストラストだわ、そういうなんか全部盛りを恥ずかしげもなく惜しげもなくぶち込んでいったっていうのがそれでいて実際に飛びそうな感じのところ。そうですね。デザイナーの矢吹とかとも話してたんですけど、洗練されてて
いい形状だなっていうふうに言われるものよりかは印象に残る機体の方がいいだろうなっていうふうにはよく話し合っていました。やっぱりこのベルクトも最初に発表された時のスタイリッシュな印象に取りつかれた飛行機好きの方々がたくさんいらっしゃるだろうなと思ってて、さまざまなあれですねアニメのキャラクターアニメのメカデザインとかも影響を受けましたし、で今でもその先進的な戦闘機ってイメージがありますよね、全身翼機って。なんかあんまり聞いたことないんだけど、好きな戦闘機とかあるんですか？まあセブンでいうとやっぱ F104 104スターファイター？スターファイターですかね。好きというか意外とレトロこの中でってなると今までエースコンバット出てなかったっていうので、作ってみてこれ作るの楽しかったってこと？楽しかったですよね。レトロというかその時はこれが一番早かったし最新鋭だったっていうなんかそういう魅力がありますよね。なんかシンプルだけどいらないものはない、なんか削ぎ落としてもう必要なものだけっていう感じのなんかほぼ鉛筆だもん。それがなんか F22 とかよりは個人的にはこういうちょっと古いのがいいですね。ああそうなんだ。じゃあ今後も古いのいっぱい出てくるんですか？古いの出したいですね。古いのばっかりなエースコンバット。そうなんですよ。そういうのをやってみたい。DLC やりたかったですよね。そうだ、あんま聞こえないですね。やってみたいですね。他のがあるの？お気に入りの機体とか。いや僕も実は F104 好きで、実はこのエースコンバットシリーズで金属表現っていうのが毎回課題だったんですよ。過去作のエースコンバットだとなかなかこういった金属の質感ツルツルの表面っていうのは出しにくかったんですけれども、 PS もう今5になりましたけれども PS4 とか XBOX の時代になって初めて物理的な金属質感の表現っていうのができるようになって、これがやっぱり魅力になったですし、で物語の中でもエイブリルが冒頭で飛ばすっていう印象的なシーンもあったっていうのがあって、すごい好きですよね、これは。思い入れはありますね。あんまりですね。もともとプレイヤー機で出る予定はなかったんですけど、でも個人的にやっぱこれ飛ばしたいっていうのでちょっと許可得てちゃんとプレイヤー機に。あ、そうなの？そうです皆さんの願望ですね。そういう要望をちょっと。そんな決まり方だったっけ？はい、一応そういう冒頭のシーンムービーとかでは出しますけど、プレイヤー機はそうですしなかったんで、どうせ作るのもプレイヤー機と作りましょうよ、コックピット作りましょうって感じで。コックピットとかやっぱアナログなそうなんですケーキがアナログのケーキは作りたいですね、やっぱり。それを動かしている時が一番嬉しいですね。やっぱちゃんと動いて一番る、嬉しいんだ。ちゃんと動いてる、コード系ちゃんと動いてるよとかちゃんと合ってるよコードがとか、そこですね、やっぱ。まあね、昔はね、全く動かないテクスチャーだったのがね、動くようになって。コックピットに座ってる感じっていうのも結構質感も含めて出せるようになってきたんで、むしろ古い機体の方が実感があるんじゃないかなって個人的には思ってますね。なのでぜひ俺古い機体も出せるといいなと思ってますね。逆にすごい未来的なレーザー兵器とか EML とか未来的な兵器導入される時もあんまりとんでもすぎないみたいな、実際にありそうなところを狙ってると思うんですけど、その辺で苦労されていることとかのお話もお聞きしたいです。もともと河野からですね、エースコンバット7に軌道エレベーター出したいっていう、希望というか要望があったんですよ。よく覚えてますよね。それはねで僕は SF 好きではあるんですけれども、エースコンバットの中に出すってなった場合にいくつかの嘘をついて、その嘘が信じられるようにしなくちゃいけないなと思って出たのが現用兵器に強力な武装を積むようなアイデアで、嘘を塗り固めていくのはどうかなっていうふうに考えました。嘘を塗り固めるんだ。そうです。現用兵器もレーザー兵器でレーザー的な武装を使える、レールガンが発射できるっていう機能を持つことで、その大きな嘘がごまかせないかなっていうふうに思ったんですし、信じられる世界を作りたいっていうのがあって、で二宮さんといくつかの兵装のラインナップを決めまして、
初期の段階で電力足りないだろうこれっていうふうに二宮さんから指摘受けて、やっぱり大型の機体でないとパワーが足りないだろう、小型の機体に特殊な兵装を詰めるとはちょっと思えないんでっていうことで機体を絞っていって、でゲームの担当者レベルデザイナーとも話し合って二宮さんの方で最終的にこの機体には TLS、この機体にはパルスレーザーっていうふうに決めていきました。あれでもフィッシュベッドについてなかったっけ？フィッシュベッドはガンポットですね。機関砲ですね。あ、機関砲か。レーザー兵器はじゃあ一応そういう設定があるんだ。まあ、プラスやっぱエースコンバットの、まあ、特殊兵装の枠組みをちょっと個人的に変えたいっていうのがあったので、まあバリエーションですね。結局バリエーションを増やして、なおかつ現用機も積む。そうなると古い機体には積めないだろうなっていう、鎌田さんがおっしゃってた、そういうのを取り入れてちょっと最新ではないけど、新しい機体に積もうっていうのでラインナップと兵装を考えたというか、どの機体に何を積むかっていうのを考えた。そこはデザインするんでしょ？デザインは菅野さんですね。はい。いかにクリアランスを取るかが結構揉めましたよね。そう機体に被らないようにとか、あとどの機体にも積んでおかしくないデザインっていう。苦労してんのね。基本的にあれなんですよね。現状研究されているものの延長ラインで考えてねぐらいのことを言うんですよね。あまり突飛なのはと言いつつ突飛なの出てくるんですけど実際にそのデザイン特殊な兵装をデザインする際にヒントになったのが航空自衛隊のパイロットと整備士の方のお話で、実際のその兵装武装を運用する際も結構形そのものは意図的に変えてあるものが多いということだったんですね。なんかドロップタンクと間違えないようにとか、通常のミサイルとは明らかに違う機能のもの、レーザーで地上を測るような機材とミサイルが同じデザインだったら困っちゃうからねっていうので、なるほど、じゃあ運用する人たち、上で働かなきゃいけない最前線の人たちが間違わないように一つ一つのデザインを意図的に変えてるっていうのも取材のした反映を行ってました。大変だよね。機体も武器もモデリングして毎回。でもエースコンバット26年続いてる資産のおかげですよね。一からは作ってないので、やっぱテンプレートというか昔作ったデータを今の画像とかと合わせて、より細かいところ作ったっていう感じにしてますね。結構ね、この武器選択画面で武器アップにするのかっこいいもんね。細かいところまで作ってるし。そうです結構解像度高く作って、武器アップ画面があるんで、結構今回も武器がっちり作ったっていうのはありますね。やっぱりあれなの、開発中にこう眺めて列に入ったりしてるの、2人で。かっちょいいわみたいな。家でですね。家で見てます。会社ではもう仕事集中して、家ではこうまで作ったんだっていう感じで。僕はあれでしたね、ライティング、格納庫のライティングをするときにすんごい毎回悩んでましたね。兵装を機体の前に並べるっていうことと、あと黒つぶれとかをしないようにするとか、明るさ的なところ。そうですね。かといって全体的に眠い感じのライティングにすると面白くなくなっちゃうので、なのでバランスをよく取るのを行ってましたね。プラモデルをジオラマでディスプレイするのにちょっと似てますね。そうですね。プラモデル僕も作りますけど、格納庫とかね、そういうロケーションを作るのが一番楽しいですね。牽引車両1機あるだけで物語が生まれると思うので。立ってる人とかね。そうですね。別パーツで買うやつでしょ。別パーツで買うありますよ。なんか人間がよく出てくるのがやっぱりエースコンバットのいいところでもあるかなと思ってますね。格納庫もやってんの？モデリング。格納庫はマップ班ですね。そこは違うんだ。そこは違いますね。